Future FM Tokyo Music Creator 今夜のゲストは先週に引き続き韓国のエンターテインメントの専門家で職業古谷さんである DJ の古谷正幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますありがとうございます早速活用していただきまして、はい、職業古谷さんということで、はい、古谷さんは普段聴く音楽はやっぱり韓国のものが多いんでしょうか？これ一番困る質問だなあんまり聞きません。聞かないですか？はい、そもそも音楽をあまりその職業以外で聴かないのか。僕ね80年代90年代のアメリカのポップス大好きでずっと聴いてますね。例えばいやもう本当になんだろう当時流行ってた R&B だったりとか、はい、それこそ AOR とか大好きですよ。そうなんです。毎日そればっかり聴いてますねあ、そうなんですね。いやでもねなぜ聴いてるのかっていうと、実はこの辺りの音楽が今 K-POP でトレンドだったりするわけですよ。そうか。そうですね、ニュージャックスイングだったりね出てくるじゃないですか。そうですね、今まさに来てますよね、はい、そうか。それでも昔からですか？今そういうトレンドになってるから聴いていらっしゃるのか、もともと好きでずっと聴いていらっしゃるのか。その時のアメリカの音楽がすごくこう豊かだったじゃないですか。ジャンルも豊かだったし、はい、今じゃ考えられない5分超のバラードだったりとかねありますねあるじゃないですか。好きですよ、私すごく好きです、はい、大好きですよ憧れのアーティストはビリー・ジョエルですけど、今も昔もねいいですね。はい、急ですよね、はい、そうか。じゃあ案外韓国 K-POP とかではないということですね。でもこれがですね、例えば電車乗って移動するじゃないですか、はい、今日も電車で来ましたけど、ずっと K-POP の、はい、メロンってわかります？韓国のねそのいわゆるストリーミングのプラットフォームですけど、はい、そのトップ100をずっと聞いている。それはもう仕事のはい聞いてないとどんな曲流行ってるのかわからないし。そうですよね。っていうのも実は今日古谷さんに私はお伺いしたかったんです。韓国人が聴いている、その今のトレンド曲を知りたいときは何から見ればいいのかっていう。これほんと難しくて、例えばですけどアルバムのセールスランキングって、はい、結構世界の人たちの購買力によってすごく差がつくんですよね、はい、だから日本とか中国で人気のあるアーティストって必然的に上位に来るんですよ。だから CD のセールスランキングだともうトップ10はほぼ全員アイドルなんですけど、例えばメロンのトップ100だとね、はい、今誰1位かなと思ったら G ドラゴンだったりするわけ、あとはもう常にジェニーが入ってたりとかね。だから全然ねその CD のセールスと、それからストリーミングで聴いているランキングが違うんですよね。だからその差も大きいかな。じゃあ私が例えば韓国のトレンド、音楽トレンド知りたいと思ったらメロンを入れてメロンで聴けばよいってことですかね。そうですね。ただねプラットフォームによっても若干の差があるんですけど、共通で言えるのは、はい、日本だと圧倒的にアイドルグループの人気が高いじゃないですか、はい、でも韓国はやっぱり今ソロだったり、グループの中でも、G ドラゴンだったりジェニーだったりのソロ活動、ソロが人気高いと思います。なんでなんですかねそれって。いや結局音楽聴いてる層を考えると、はい、前も話したかもしれませんけど中高生はアイドルが中心じゃないですか、はいはい、でもやっぱり経済を動かす人たちってちょっと上なんですよね、だからタダで聴いてる層の人たちと、はい、お金払って聴いてる層の違いが、こういったランキングの差で出てくるのかなっていう感じはしますね。面白い。そうか、そうなんだ。面白いですよ。面白いです。チャート全然違います。全然違います、だって私今日ここに来るまでに Apple Music のグローバルトップ100みたいな韓国の見たら、はい、確か G ドラゴンじゃなかった気がします、全然違うと思います。でもジェニーは入ってましたね、はい、やっぱりジェニーは入ってるしアパートも入ってるし、でも確かにソロですね。ソロが多いかもしれないです、しかもここ最近この数ヶ月チャートほとんど変わってないですね。そうなんだ、はい、ロングランが多いんですね。多いですね。
面白い。でもじゃあその K-POP のソログループソロアーティストも今多分その評価高いということですけれども、私一個気になっていたのがトロットというジャンルがあるじゃないですか、これはそもそもどう定義したらいいんですか？これも難しい難しいですか？一括りに言うと韓国歌謡のことをトロットと言いますね。で韓国歌謡って何ぞやっていう話になってくると思うんですけど、はい、実は K-POP っていう言葉をこう定着させたのは日本人でね。あ、そうなんですね。はい。でも韓国でも K-POP って今は言いますよ。昔は言わなかったんですか？昔言わなかった。しかも K-POP って言ったら嫌がった。はい、僕はそれぐらいの時代から好きだったんで。なんていうのが良かったんですか当時は？歌謡です。歌謡。はい。日本語も韓国語もそう歌謡。だから歌謡イコール、韓国のポピュラーミュージックっていう定義だったわけですよ。で J-POP っていう言葉があったから、そうですよね。そうでそれに合わせて K-POP って呼ぶのをみんな嫌がってたんです、当時業界は。そうだけどそれがやっぱり日本で K-POP って言葉が定着して、でそれからこう世界的に少しずつ人気が広まっていくにつれて、歌謡っていう定義をね広めていくのはやっぱちょっと難しくなってって、でそれがいつしか K-POP って韓国の人たちも使うようになって、そうだから昔のこと知ってるから言えますけども、昔はみんな嫌がった K-POP っていうのをね。そうなんですね。そうなんですよ。だから陰気歌謡とかも歌謡のいまだに歌謡じゃないですか、番組名がね。そうだからその歌謡というジャンルの中で、特にその日本人がイメージするのがトロットイコール演歌って思ってるかもしれませんよね。そうですね。割とそういう風に SNS とかでもね、たまに調べてみると書かれてたりして、でもこれが演歌とは言えないんですよね。で日本で演歌っていうと、もう公式がすでに出来上がっていて、そのコード進行に応じてね、でいつも同じようなテンポでね、同じような歌詞でね、着物着て歌うとかねあるじゃないですか。想像しやすいですよね、演歌って言われたらどういう曲かっていうのはね。だけれどもやっぱりその若い人がなかなか聴くチャンスが広がっていかないというか、すごくその演歌という一つのこう形にこだわって、それをこう壊して次にっていう、たまにいらっしゃいますけどね、氷川きよしさんをはじめとしてね。だからなかなかそれがポピュラー化することはないと思うんだけど、韓国の場合っていうのは一応トロットとは言われてますけど、そのトロットの中にもいろんなジャンルがあって、テクノだったりね、ロックだったり、ダンス、バラードあるわけですよ。じゃあ何がそれをトロットとさせるんですか？一番わかりやすいのは多分メロディーじゃないかなって思うんですよね。伝統歌謡って言われてるやつなんです。だから韓国と日本のその演歌トロットの違いは、同じその伝統的なメロディーをどうやってこう届けていくのか、進化させていくのかっていうものの違いなのかなって。それこそマツケンサンバみたいにね、なんかこう誰が聴いても耳に残って、それがこう大衆的なヒットにつながったじゃないですか。そうですね。じゃああれって何って聞かれると、演歌かっていうと演歌じゃないじゃないですか。確かにそうですね、演歌ではないですね。でもポップスでもないじゃないですか。そうですね。その曖昧な領域がトロットだと思ってください。じゃあマツケンサンバのような要はいろんなその伝統歌謡のメロディーをいろんなジャンルのアレンジに乗せて、幅広い世代にアプローチしてるのが、僕はトロットだと思ってますね。だから若い世代で聞くんですよ、みんな。そうなんです。だってあれですよね、番組がトロットガールズジャパンという、番組が話題にもなっておりましたけれども、あれも20代の女性の方々、若いですよね、若い皆様が出演されて歌ってましたけれども。そうですね。でレミノっていうプラットフォームでは、ミスタートロットジャパンっていう番組も放映されてたんですけども、もともとじゃあそのトロットがこれだけ大衆的な支持を得たのは、トロットも演歌と同じで、やっぱりこう消滅しちゃうんじゃないのかこのジャンルっていう時期があったんですよ。でそのタイミングでミスタートロットっていう、トロット版プロデュース101が
テレビ朝鮮という放送局で放送されて、それがですね国民的な記録的視聴率を記録して大ヒットしたんですね。そうなんです。それがやっぱり一番大きくて、でもこれに出た人たちがみんな人気者になって、国内の営業がもう絶好調になったっていう、でそこからこうトロット自体がまた熱く盛り上がるという、だけど先ほどから言ってる通り日本ではそのトロットに当てはまる言葉がなくて、で結果的にミスタートロットジャパンも、トロットガールズジャパンも、出演者の人たちが歌っていたのは演歌と80年代の歌謡曲だったんですよ。だから日本でそれを置き換えると、やっぱり歌謡曲もトロットの枠組みの中に入ると僕は思うんですね。難しいけど、みんな困ってましたよ。いやもう難しいですよね。今のお話を聞いてもやっぱり一概にこうとは言えないですね。3月にナギーレーン、私の所属するナギーレーンでその日韓国交友情正常化60周年記念の、歌謡大会に出演させていただいたんですけれども、そこでもやっぱり歌謡曲を歌われる若い方々がすごい多くて、こんな曲知ってるのっていうその、私の親世代ぐらいの曲みたいなのを10代の子が歌ってたりとか、私の彼は私の彼は左利きそのままですね。そのままでしたね。私の彼は左利きとか歌ってらっしゃったりして、あとやっぱ松田聖子が好きだとか、ユーミンが好きだっていう子もいたりして、結構その、ちょっと歌謡曲とはちょっと違ってくるかもしれないですけど、その昔の曲を好きな若い子がすごい多いんだなっていうふうに思ったんですね。それもやっぱりじゃあそのトロットが割とその有名になってというか、その爆発的ヒットを作ったことにも関連してくるんですかね。なんか若い人たちが、韓国のね、音楽を聴くときに、あえてそのこれトロットだよねっていう風にこうジャンル分けせずに聞いているか聞いてないか、日本の場合って多分線引いて聞いてるような気がするんですよね。そんな気がしますね。韓国あんまり線引いてないかなって。カラオケでみんな普通に歌うしね、トロットをね。そのあたりはちょっと違うと思ってて、で日本でその歌謡曲が韓国ですごい人気だっていうニュースが流れる前から、シティポップブームっていうのがもうあって、そうですよね、ありましたね。で日本の80年代の歌謡曲がシティポップなんですよ。そうですね。80年代そうで、一時期僕がそうですね、今のこの番組のディレクターさんとね、インター FM で仕事させてもらってた時に、実は韓国で渋谷系ブームっていうのがあって、いやそう私ですね、ちょっと自分たちのグループが新渋谷系ハーモニーポップグループと言っているものですから韓国語にその訳す時にどうしようと思ったら渋谷系で出てきたんですよ、ハングルで。そうなんですよ。そう小沢健二さんの名前とかも出てきたりして、やっぱ流行ったんですね。流行りました。で一時期ね、おしゃれな音楽は全部渋谷系だったんですよ。そうだからそれほどね、なんかその日本のそのちょっと懐かしいポップスみたいなものが一つのこうカルチャーとして実は長い間ベースとしてあったんですよね。それが例えばニュージーンズがね、青い珊瑚礁を歌ってみたいなこと言ってましたけど、あれはちょっとこうきっかけに過ぎなくてあったわけですよ、ずっと。だその流れの中で多分そういう楽曲に関心を持って歌われる方が多かったんじゃないのかなとは推測できますよね。そうなんですね。あと韓国の DJ のナイトテンポさん、ナイトテンポさんの功績も大きいと思う。あの方がやっぱり日本の歌謡の魅力を韓国に伝えたっていうのは大きいと思いますよ。様々ですね、ナイトテンポさんすごい今ね日本に移住されて、いろんなまた日本のアーティストいつも顔隠してるから、そうこうやって隠していらっしゃるから、ちょっと私もちゃんとお顔は拝見したことないですけれどもね、今また日本で活動されていらっしゃいますけれども、やっぱりその影響も大きいんですね。大きいと思いますよ。わーすごい。でも嬉しいです。なんかそのいろんななんていうんだろう、やっぱり自分が高校生の時はどうしてもそもそも日本の音楽と韓国のK-POP って
いうものの線を感じて、自分はすごくなんか、周りにまだそれを一緒に楽しめる友達もあんまりいなかったりしたのが、今こうやってみんなで話ができて、ケイコンも日本でもうねずっとあってっていう状態になってきて、サブスクもねいろいろあるおかげでいろんな曲をまた発見できるようになってきているし、なんかまだまだ知らないだけでいろんな音楽が日本と韓国の融合みたいな音楽もまたもっとできるかもしれないし、そうですね、すごく楽しみですね。ありがとうございます。あとちょっとこれは私が知りたいというか古谷さんに伺いたいんですけど、 KR&B と言いますか、そっちも今、私はエリン・ベクさんがすごく好きなんですけれども、ベケリンね、ベケリン、がすごく好きなんですけれども、その方々が音楽番組とかって出演されてたりするんですか？なかなか出れないですよね今ね。そうですよね。韓国に行ってやっぱりテレビをつけたんですけど、3月やっぱり基本アイドルの方が出演されていらっしゃるか、夜中にバンドの方が出演されてたりとかしてたんですけど、ありますね。そういう感じなんですか基本は？韓国ってテレビ局各局音楽番組あるんだけども、そのチャート番組と言われてるものはほぼアイドルばかり出てるんですね。でその一方で例えば日本の NHK、E テレにあたり EBS とか、あとはその KBS の夜中とか、そういったところでは、いわゆるこうベテランアーティストだったり、実力派だったり、あとは本当に若手なんだけれどももうガチで音楽やってますっていう人だったり、そういう人たちが出てる番組もあって、日本よりもはるかに音楽番組は多いんですよ。ずっとやってますよね。ずっとやってます音楽番組。そうですよね。あと朝つけたらもうその K-POP アイドルのリアリティショーみたいなのがずっと流れている。私が朝起きたらスーパージュニアの皆さんが、まだって言ったらあれですけど、私もうずっと好きなのでまだこういう番組やってくれてるんだっていう喜びをかみしめてたんですけど、本当ずっとアイドルの方が出てますよね。そうなんです。でもその一方でそういう実力派のアーティストも、だんだん減ってはいるんですね。だけれどもちゃんとそういうのは残しながらやってる感はありますね。ちょっともっといろいろ見たいなと思っていたので、そうやっぱ SNS とかで調べていろいろ検索していければなと思いました。今伺っててありがとうございます。ここまでいろんな音楽ジャンルについて話してきましたけれども、実際に今古谷さんが今後おすすめしたい韓国のアーティストっていらっしゃったりしますか？めっちゃ難しいなこんなに話題を広げておいてこれほんと難しくて、なんでしょうね、すごい難しくってトレンドを読むのがでもちろんそのインディーズの中でも優秀なアーティストもたくさんいるし、ソロの R&B でもまた最近いいアーティストがいっぱい出てきたりするんですけど、これ例えばですよ、日本でかつてのその宇多田ヒカルがね、800万枚アルバムを売った時のような国民的歌手って出てくるかっていうともう無理だと思うんです、はっきり言って。時代が時代なだけに、だからすごくこう多様化してて、局所的なヒットは生まれても大衆ヒットってもう難しい時代になってきてるのかなって思うんですね。でおそらく韓国も同じような状況なんですよ。売れてるけどよくわかんないみたいな。でしかも最近 TikTok ヒットも非常に多いですし、でもなんかじゃあアイドルで誰が来るかって言われてるもすごいやっぱり BTS とかセブンティーンみたいなストレイキッズみたいなね、アーティストがこれから出てくるかっていうのはなかなかすごい難しくって、多分その第4第5世代と言われてる今の新しいアイドルの子たちの中では当然ライズがヒットだとは思うんですよ。あとはトゥアスだったりとかね、でガールズグループも当然またね引き続きIVEだったりルセラフィムだったり人気だとは思うんだけども、なかなかやっぱりこうトップクラスの人がもう出にくくなってきてるのかなって。今年も5月に韓流文化コンテンツが体験できるフェス K-KON が日本で開催されるなど、日韓の音楽シーンは今後も関係が深まっていきそうな気がしておりますが、韓国のアーティストにとって日本はやっぱりすごく重要なマーケットだと先ほどもおっしゃっていましたけれども、これはもうずっと変わらず。いや変わんないですよ。なんでしょうかね。だから海外の売り上げに占める日本の割合はもう圧倒的に大きいですし、
もちろん最近欧米は増えているし、中国も、ね、大きいんだけれども、日本がもう圧倒的に大きい、でそれもあるし、日本のファンって簡単に離れないですよ。あ、そうなんだ。長いですよ、みんなお付き合いが。それは日本の国民性みたいなものだったりするってことですか？だと思いますよ。そんな簡単にコロコロみんな変えないじゃないですか。でも確かにそうかもしれないですね。韓国でもそうだし、ドイツでもライブさせていただいたことがあるんですけれども、その時に思ったのは日本の人っていうのはやっぱりフェスとかでも最後までとりあえず聴いてくれますよね、曲を、自分たちのステージの曲を途中で離れるっていうことは多分失礼に当たるって思うのか、みんなしないで、なんなら最後まで見てから離れる人が多いなっていうのを感じて、逆にドイツでねフェスをした時はやっぱり別にみんなが冷たかったとかじゃなくて、やっぱりいいものにはとことんいい顔で反応してくれるし、あんまりっていうものにはそもそもあんまり寄ってこないというか、なんかそこがすごい分かりやすいなと思って、どっちの良さも分かったんですけど、その時に改めて思いました。日本はなんだろう、なんか聞く上でのアティチュードみたいなものを持ってるんですかね。これは僕韓国のアーティストさんと仕事してて、すごく如実に感じる違いがあってね、韓国で例えばライブに行くっていう行為は、ライブを、音楽を聴きに行くんじゃなくて、そのアーティストたちと時間を共有するために行ってんですよ。だから大声で一緒に歌うし、でとにかくみんなも騒ぐしノリノリになるしっていう。で日本ってね、ライブに何しに行くって音楽聴きに行くじゃないですか。そうですね。だから韓国のアーティストが一番最初日本でライブやるときに、皆さんつまんないですかって大体言うんですよ。でもそうですね。ライブ映像とか見ても、なんか皆さん楽しんでますかみたいな、ちゃんと大丈夫ですかみたいなありますね。で同時に韓国行って思ったのは、みんな大声出してくれるし、バラード曲でも手を振ってくれるし、歌ってくれる。それをすごく感じましたね。それはだからやっぱりアーティストとの時間を共有するためのライブ空間であり、私たちは生の歌を聴きに行くためのライブなわけですよ。だからそのカルチャーショックがやっぱり大きいみたいで、だけど後半になってくると私たち盛り上がっていくじゃないですか。そうですね、日本人はね。だからなんて言うんでしょうね、緩急と言えばいいんでしょうか。だからそこが逆に言うと、世界の人から見た時の日本のオーディエンスのマナーにやっぱりこう見えると思うんですよね。だから誰とは言わないけれども、とあるアーティストは日本の観客は世界一最高でしたっていう人もいるわけだから、乗ってくれる時はもう立ち上がって乗ってくれる。で静かに聴いてほしい時は集中して聴いてくれる。これができる人ってやっぱり世界中探してもなかなかいないですよっておっしゃってくれた時に、私たちがライブを楽しむ楽しみ方って間違ってなかったんだなって僕は思ったんですよ。だけど最近はご存知の通り、K-POP ネイティブと言われる、初めて行くライブが K-POP って人多いんですよ、若い子たち。私も多分そうだから多分一番最初に見に行ったのが SM タウンでしたね。東京ドーム。なるほどね、だからノリが、これがライブなんだって思っちゃうと、全てのアーティストに対しても合いの手しなきゃいけないのかね。確かにそうですね。になっちゃったり、あとはもう映像を撮って当たり前みたいなね。だからそこがだんだん崩れてきてるっていうのは、ちょっとおじさん世代からすると、残念だなっていうのはあって、なんか日本のわびさびじゃないけど、そこは日本のルールはあっていいんじゃないのって気はしますよ。そうですね。セラフラね、そのライブマナーみたいなのはちょくちょく話題に出たりしますけれどもね、確かにそうですね。いろんなライブによって、国民性だけじゃなくてジャンル、ライブのジャンルによってもやっぱ聴き方とか楽しみ方変わってくるから、そこは確かにどうしたらいいんですかね、そういうのはね。だから最近その日本のアーティストのライブでも映像解禁とか結構あるじゃないですか。ありますね。それは SNS で広めた方がね、より多くの方にっていう。今は特にその時代ですね。
ただなんかそういうことを言わなくても、撮るときは撮っていいけど、聞くときは聞いてくれよっていう、でこれ本当裏話で、厳しかったらカットしていいんですけど、僕みたいな仕事をしてるとね、例えば、MC として客観的な立場で見ていると、映像とか写真撮っていいですよっていう時に盛り上がらないんですよ。会場の雰囲気思います、で結局自分が映像を撮ってる時に自分の声とか周りの声が入ったら嫌だって思って、みんな無口になるんですよ、こっち優先で、こっち優先、ブレちゃうと映像に残りに良くないからって言ってね、手拍子ない、声出ない、あの空間って僕は異常だと思っていて、それってライブで必要かとは思うんですね。確かにそうですね、ブルーノ・マーズもね、もうこの曲取らないでっていうのもあったりしましたしね、それは思いますね、私もね、だからそのあたりっていうのは観客一人一人が自覚すべきかなって、これって教えることでもないし、そうですね、そこはもう、その撮るということが日常の中に組み込まれすぎていると思うんです、今を生きる私たちにとって、例えばお花見に行って桜の写真を撮りました、その写真見返しますかっていう、見返さないよね見返さなかったりするじゃないですか、ご飯があります、いっぱい撮ってます、それ何枚見返しますかっていうのがあったりするじゃないですか、それと一緒で、ライブは本当に好きな人の、ね、曲だったら聴き直したいからっていうのは全然あると思うんですけど、なんかいい具合に取捨選択していきたいところだなっていうのは私も思いますね。でもこればかりは誰が言ってももう仕方ないのかなって、流れって言えば流れだし、あとはだからもう本当に観客がその人とその音楽とどうやって接するのかっていう、その聞く側のマナーみたいなものをなんかこう、我々みたいなメディアがね、しっかりなんか提起していく必要あるのかなとは思いますよね。アーティストもそうだと思うけど、そう思います、なんかステージでどう伝えていくか、本当に今 SNS 時代なので、やっぱり名前が売れるためには、SNS でいろんな人に知ってもらわないと、本当バンドなんていうの、ライブハウスでずっとやっててもっていう、そういう話もあるじゃないですか最近。なので SNS をやっぱり重要視はするんですけど、ライブを作ってる側の人間からすると、やっぱりその場をどれほど楽しんでもらうかっていうのを常に考えて準備しているので、やっぱりそれが撮ってくれるのはすごく嬉しいし、拡散もしてほしいけど、曲によってはもうそういうの全部忘れずやろうぜみたいな、思ったりはするのでね、それをこっちが言っていく、この曲は撮っていいよって、いちいち言うのもちょっと変ですけど、撮っていいコーナーを作る、撮らなくていいコーナーを作るみたいにするのか、工夫は確かに必要ですね。それは確かにすごく思いますね。写真撮ってもらうためのライブじゃないからね。そうですね、その場で曲を聴いてもらって楽しんでもらうっていうのは、確かにその通りですね。なんかすごく考えさせられました。アーティストじゃないのにねすいませんね、本当に。とんでもないです。逆にそういう視点からのご意見っていうのはすごく重要だし、このラジオやってなかったら私は多分伺えなかった今お話だったと思うんで、ありがとうございます古谷さんとしては、日本と韓国両方のシーンをご存知じゃないですか、音楽シーンを。今後日韓の音楽シーンそれぞれどういう風になっていくだろうな、またはなっていってほしいなって思うことってありますか？もうなんだろう、K とか J とかいらないよねってだいたい僕業界の人と話すときって、もういらないんじゃないっていうか、もうないんじゃないって言ってんですよ。例えば K-POP って今ヒット曲の作家さんって結構欧米の方が多かったりするし、じゃあ K-POP のアイデンティティってどこにあるのってなると、その韓国人メンバーじゃない外国人メンバーもいたりね。確かにそうですね、でそうすると残ってるのってノウハウだけなんですよ。だからノウハウだけで K-POP って言っていいのって、で僕はもうアーティストの時代になってると思っていて、そのアーティスト自身がもうジャンルだとは僕思って
っているんですね。だからもう K-POP っていう枠の中に例えば BTS やブラックピンクはいないわけですよ。もう BTS とかブラックピンクっていうジャンルがあると思ってて、確かにそうですね。しかもその BTS もブラックピンクも皆さんも欧米のアーティストとコラボされた楽曲も出してますしね、もう普通じゃないですか。そうですね。だからもういいんじゃない K とか J とかっていう。だそのためにはどうすべきかっていうと、やっぱりそのアーティスト一人一人が自分がこう一ジャンルを担っていくっていう、そういう気持ちをどうやってこうモチベーションとして維持できるかだと思うんですね。例えばじゃあ何語で歌うのとか、そうですね、じゃあ英語で歌えばそれでいいのかとか、韓国語で歌えばいいのかっていうわけでもないし、だから音楽を届ける、歌を届けるっていう部分で、これからアーティスト自身がじゃあ自分がどういう発信をしていきたいのかっていうところがよりもっとこう強くその発信を求められる時代に、責任になってくるのかなって、だからジャンル分けって実はジャンルに守られてるっていうところあると思うんですよ。ありますね、それはすごくありますね。でなくなる分世界には広がるんだけど、その分課せられる使命は増えると思うんですよね。アイデンティティの一つですもんね、ジャンルってね。アイデンティティにできますけど、それを取っ払ったら確かに。だから前はその韓国のことで言うとね、K-POP における英語の歌詞っていうのは若干お遊びだったんですよ。K-POP における、遊び的な部分で英語の歌詞を使ったんですよ。そんなに多くなかったですね。多くないし、あまり意味がないとかね、言葉遊び的に英語の歌詞を入れることは多かったんだけど、最近はみんな欧米人が聞いても意味が分かる英語にしなきゃいけないって言うんですよね。そうか、確かに変わってきてるんですね。そうなんです。だから以前ですね、韓国を代表するキム・イナさんって作詞家さんに話を聞いた時に、例えば IVE の曲一つ取ってみてもね、英語の歌詞がもう昔と全然違っていて、英語の歌詞を書く時も今も完全にその欧米人が英語ネイティブの人が理解して意味が分かる歌詞にしなきゃいけないと、そこはもうここ数年の歌詞の書き方で一番の変化ですねっておっしゃってたんです。それってこう聞いた時にまさに今 K-POP っていうその K を外す時代になってきてるのかなって思ったんですね。それはだから J-POP にも言えると思っていて、何語で歌ってもいいんだけれども、じゃあそれをどういうふうに誰に向けてその届けていきたいのかっていうところをこれからはもうより意識していく時代なのかなって。確かにそうですね。なんかすごいいろいろ考えさせられましたね。確かにそうですね。自分が一番最初に韓国 K-POP を聴いてた時はまだこんなに英語が入ってなかったもんなと思いましたね。私はK-POP の曲を歌詞書き起こして勉強を始めたんですけど、全部ハングルでしたもんね。そうですそうです。たまにキャッチーに Love you Love you とかねありましたね。そういうのはありましたよ。ミスターシンプルとかありましたね。ソリソリとかね。ソリソリとかありましたね。最近はもう全然違いますもん。そうですね、ラップなんて英語メインでたまにライムする韓国語が入ってくるとか、もう今日本語も入ってますしね。でも例えばニュージーンズの曲とか聞いてるとね、英語韓国語日本語とか普通に入ってくるじゃないですか、曲に。そういう風に別になってもいいだろうし、一時期カラとか少女時代がその日本に進出した時に、例えばそのミスターだったりとか、G だったりとか、代表曲のジャパニーズバージョンを出した時に、あえて韓国語入れてた時期あったじゃないですか。パンチャンパンチャとかね。だからそういうのがまたあってもいいですよね。いいし、また増えてきてるんです実際にね。そうですね。Say My Name もシャララはオットケハジョーが残っている、韓国語残ってますよね。残したんだなって思って、これは私はすごく好きだったんですけど、例えば韓国語じゃなければ伝えられないニュアンスだったりありますよね。逆もしかりですけど、そうやって別にもうぐっちゃぐちゃになっていいんじゃないかなって。確かにそうですね。ちょっと
一度は曲作りもしてるんですけど、私も、はい、ラップをねまだ出してない曲ですけど、ちらほらいろいろ書いてる中で私も結構ごちゃ混ぜにしたりしていて、韓国語でもそれでいいんだよなって、やっぱり一リスナーとしてずっと聞いてきた身からしても、これ僕ね、じゃあ思うんですけど、やってほしいとか作ってほしい曲あるんですか？はい、これアイデア一つ与えていいですか？ぜひお願いします。ありがとうございます。国際恋愛の曲ってないんですよ。はあ、国際恋愛の曲か。はい、ないんです。国際カップルの歌だ。国際カップルだと、はい、例えば、韓国人と日本人の恋愛だとすると、はい、それぞれこう拙い言葉でこうやり取りしたりとかあるじゃないですか、はい、それで歌詞書いてほしいって昔から思ってて、誰かに。拙い、例えばね、はい、お互いそれぞれの言葉がわからない、はい、時には英語を挟む、でそれでコミュニケーション取りながら、はい、愛を育んでいくっていう過程ってあるんですよ、国際恋愛ってねご経験されてますもんね。ありますから、はい、それを歌詞にした歌って今まで聞いたことないんですよ。でそれを歌詞にしたらかなり新しいと思いますよ。それはその主人公が2人いて、それぞれの言語で歌詞が入ってくるっていうことですね。お互いの言葉がわからない、時には英語でしか通じない、だけれどもお互いのことが好きなんだっていうのを、いろんな言葉を混ぜて歌詞にしたら、多分初めての快挙だと思います面白い。ちょっと早速チャレンジしてみますね。やってみてください。多分できると思いますよ。ちょっとせっかく言語喋れますから、そう、せっかくですから書いてみます。わかりました。で困った時にはなんか英語でちょこっとやり取りするじゃないですか。そうですね、こういう感じみたいなね。これはね、画期的だし、誰かにずっとやってほしいと思ってて、なかなかできないんですよ。バラードがいいですか？いや、逆にポップスでいいんじゃないですか。ポップスね、わかりましたちょっとじゃあ宿題とさせていただきます。すいません、とんでもないです、ありがとうございます。こんなちょっと嬉しい古谷さんからの宿題をいただいたところで、早いものでお別れの時間となってしまいましてですね、最後にまた何かお知らせがあればと思うんですけれども。そうですね、テレビとかラジオを通じて引き続きいろんな韓国のエンターテインメントの魅力をこれからも伝えていきたいと思いますけれども、やっぱり自分ができる年齢的な限界もあるので、次にこう自分が社会に対してどういうふうに貢献できるかっていうところをちょっと期待してください。いろいろ考えてます今。もうこんなに私は古谷さんからいただいてきているのに。いやMC としてではなくてできることはもうそろそろあるんじゃないのかなと思って、もちろん子供を食わせるためにはもうちょっと MC はやりますけどねということだそうです、皆さん。はい、わかりました。ありがとうございます、ゲストは K-POP 評論家で DJ の古谷正幸さんでした。ありがとうございました。감사합니다。